皆さんこんにちは。スバルの STI のプロジェクトが続きますね。最近ちょっと気になるところありますよね。こちらにもご覧のように車庫帳を先日は入れたんですけど、たまにゆっくりとこうハンドルを回すとギギギギギギとかっていうギギギっていう音とかする時があるんですね。気になりますね。やっぱり駐車場で車を止めてる時の特にゆっくりとハンドルを回すとギギギギギギっていうみたいな音をしてくるのはね、ちょっと気になって仕方ない。中に入ってるベアリングに汚れとか砂とか入ってる可能性もあるので、一旦バラして開けてベアリングをきれいにしてまたグリースをまたつけることによってその音がなくなるんじゃないかということで、本日のプロジェクトを、まず、始めました。とりあえずこの車庫帳の上をばらさないといけないことになりますね。今日はこういう作業も初めてやります。私ができるならいつも言うんですけど、あなたもできます。間違いなく。スティーブは特別なそういうノウハウとか知識が全くありません。これからばらしてみます。まず上のナット、この上に19ミリのナットがあるんで、これ外さないといけないですよね。私は多分どちらかといえば車から下ろした方が早いかって、早いんじゃないかっていう人もいると思います。でもめんどくさい少し。なのでこれを車についたままでとりあえずやります。次はこれも緩めたので、次はこれの3つのナットを外します。これ全部外すんじゃないんですよ。まずはなぜかというと、下の方もそのスウェーバーというかスタビライザーのバーがあって、それを外さないと下に下ろせないので、こちらにあるこの奥にあるこのナットを外さないと、これ自体その車庫帳が降りてこないので、これとりあえず外します。それを外すとジャックを下にもうつけることも助かる場合もありますけどね。中を押さえながらこのナットを取り外すんで、こういう形で出てきますね。はい、これはそのトッププレートというか、次はこの中にまだベアリングが入ってます。これはこういう風に外すと、この中にベアリングがあります。ばらしてみましょう。この蓋がまずあります。この中にベアリングがあります。かなり汚れてるように見えますね。この中、このカバーというか、このベアリングはこの中にもありますね。で、下にもベアリングというか、このベアリングプレートというんですかね、が入ってます。かなり汚いようですね。おそらくいろんなギリギリガリガリグリグリっていうなんか変な音がこれの中に入って含まれてる汚れには関係ありますよね。これ全部きれいにしましょう。こういう汚れを落とすためのクリーナー、エンジンクリーナーみたいなのを使ってますね。このパーツも中もちょっときれいにすること、このプラスチック関連のパーツもきれいにすると、ベアリングのカバーというか、これは何ていうんですか、上下のところがあるんで、でも最後ね、やっぱりこのベアリングの方をこれをバッチリときれいにしないと。中にまだ結構詰まってますね。これはブレーククリーナーをこういう風にしてますね。きれいに。これは一番効果があるということでね。パーツクリーナー、ブレークパーツなんだけど、これ結構汚れなどに強い。さっきより見た目的に全然いい感じですね。で、何より今大事なのは、このベアリングベアリングが入るところに、もうこれはベアリング用、ホイールベアリング用の
グリースっていうんですかね、日本語ではよくわかんないんだけど、これをこのベアリングにこう入れておく。他の関連パーツにつけると音が、しなくなるのかなと思います。多すぎるっていうのもあるんだろうと思うんだけど、とりあえずベアリングには少ないより多い方がいいかなっていう感じで、こういうふうにグッと中に入れないとね、グッともう初めてやってますよ。それ忘れないでくださいね。批判などもある程度は許しますけどね。言い過ぎるにはちょっと怒るけど、冗談、アメリカンジョークです。いかがですか？で、これはこういう風に入ります。はい、バッチリじゃないですか。バッチリですね。で、これはこういう風に今度蓋がかけますね。ほら、いい音じゃないですか。全然ガチガチギチギチギリギリとかっていう変な音してないです。よし、これでまた組み立て、を行います。あとはどうせ関連パーツを外したものをここも全部きれいにしたので、どうせ、戻すならきれいにした方がいいかということです。スプリングも今緩んでいるので、このスプリングとこの下の土台の方の間に汚れとか砂とかホコリとかあれば拭けばいいと思います。さっき組み立てたベアリングは上の方に戻しましょう。こういうふうに、はい。その上にこのカバーがきます。こういうふうになります。次はこの下からこれごとを上げないと、小さいジャック、これちょっと高さにも問題があって、板を今2つを使ってそれによってこれを上げてます。とりあえず、こういう感じで留めておきます。もう一つ忘れてはいけないのは、スウェーバーを元に戻すことです。 OK です。で、これをまた止めて、上を止めるとほぼ終わりますね。今度上をこの3本を止めます。最後にここも止めないといけないですよね。この真ん中のボルトもある可能性もあるので、これを真ん中を押さえないとこういう風にやりますね。これ上にこの蓋を手でこれ止めておきます。そんな感じなんだけど、実際にタイヤとホイールを戻して下ろしてちょっと乗ってみないとその音がなくなったのかどうかは分かんないんだけど、さっきより良くなってるんだろうなと思いますね。さあどうでしょう。